僕は旅行の時、普段以上に持ち物を身軽にコンパクトにしたいと考えています。疲れたせいで荷物が重くなって行きたいところに行けなかったとか、あとは本当に持っていきたいものや欲しいもののための余地を残すという意味で、それ以外のものをどれだけコンパクトにできるかということを日々トライしているんですよね。薄くて軽いものを選んだり、1台で何役もこなせるようなアイテムを選んだり、思い切って荷物を減らしてみたり、こういった工夫を実践して海外旅行でもバックパック一つで出かけるためのいくつかのアイテムをご紹介していきたいと思います。今回この動画を撮ったのも、実際にですね、僕が韓国に旅行に行くからなんですね。いろんな点でたくさんの荷物を抱えていく必要のない場所ではあると思います。おそらくプロならより荷物を減らせるんだろうなと思いつつ、僕なりの工夫ということで、今回はこのパッキングのような形でアイテムをご紹介していきたいと思います。最初にご紹介するのは僕が今回メインで使うバックパックです。もうほとんどの荷物をここに入れるような形を想定しています。使っているのはエアーのシティパックプロ2です。比較的シンプルでちょっと四角っぽいフォルムのバックパックになっています。バリスティックナイロンなど耐久性にも優れているような仕掛けが満載で、個人的に気に入っているのは容量とポケットの数種類、そしてクッション性です。エアーのバックパック、僕は高校生の頃から馴染みがあるんですが、重い荷物を背負っても本当に疲れにくいんですよ。ショルダーのベルトとか背中の部分が本当にクッションがね、しっかりしていて、前とかも閉じたりして体に沿わせることで、より荷物がブレずに疲労を感じにくくなるような設計がされています。実際に旅行以外でも僕は荷物が多い時にはこれを使ったりもします。上から見てみるだけでもポケットがすごく充実しているんですが、ちなみにこの中の裏地の部分は全体的にオレンジです。めちゃくちゃテッキーな印象がありつつも、中のものの視認性が上がるという点で非常に気に入っています。一番この背中側のポケットが PC とか、あと PC 以外にも本当に色々と入れられるポケットになってます。ここに、例えば僕はですね、仕事はほとんどしないつもりではいるんですが、念のために、この MacBook Air ですね、をいつものドリップのレザースリーブに入れて収納していきます。こういったテック系のアイテムだと、1個海外に行くと考えなければならないのが、充電器の問題です。コンセントの形状が違うので、これに対応したアイテムを揃えなきゃいけないんですが、大抵の場合は変換アダプターを挿してそこにさらにいつも使っている充電器とかを挿すようなスタイルになると思うんです。ただ結構これ横に膨らんで、例えばコンセントからすっぽ抜けたりっていうことが結構あったり、そもそも物として多くなるので邪魔だったりするので一体化できないかなというふうに考えていました。で、僕がいろいろと悩んで結局買ったのがこちらです。モマックスというところの海外対応の充電器になります。70W 充電器で、それにしては結構サイズ感あるんですが、とはいえ1個に物が収まるというのはすごく便利です。様々な国に対応していて、ここの端子をどう出すか切り替えることによって、いった国に対応できるという感じです。で、ただこっち側ね、この出力側っていうんですかね、ここ本来別に日本のコンセントだけでいいじゃないですか。なので一応買ってみたのがこれです。テッサンの充電器です。これなんと入力側だけ各国に対応していて、出力側はもう日本だけに収まっています。なのでめちゃくちゃコンパクトになっている反面、20W しか対応していないんですよ、出力が。充電がスマホだけとかなら全然これでもいいかもしれないんですけど、例えば僕はパソコンだったりタブレットだったりカメラだったり結構いろんなものを充電することになるので、以前オーストラリアに行った時にこれを使ったんですが、これだとちょっとね足りなかったかな。アンカーからもこういった似たような薄型の海外対応充電器が出てるんですけど、20W はね、足りないと思います。多分 60W ぐらいは必要だと思いますね。ちょっとこの出力側は、もう少しシンプルで良かった、コンパクトだったらいいなと思いつつ、現状このモマックスに落ち着いているという感じです。で、これは下の方に USB-C のこのアダプタもあるので、別途充電器を使うことなく、ケーブルを挿して充電することができるようになっています。大人数で行く場合はタコ足配線の方が便利みたいなのもあるかもしれないんですけど、本当に1人1コンセント分ぐらいはあるような場合はもうこれで十分かなと思います。もちろんこれと一緒に使う USB-C ケーブルも持っていきます。アンカーのパワーライン3フローという以前 USB-C ケーブルのベストを決めようという動画でも扱った僕が思うベストの USB-C ケーブルです。できればね、2本くらいあると同時充電の時とかに安心かなとは思います。もうこれも入れておきましょう。
続いてウェア、服になります。どんなに暑いエリアであっても、基本的には1枚羽織を入れておくのが安全です。移動が多いってなると、飛行機、電車、あと建物の中とか結構歩きますよね。その時に半袖1枚だけだとどうにもやっぱ体温調整ができなくて苦しむことがありますし、あと日差しが強い場所とかだと、やっぱり羽織1枚着てた方が涼しいみたいなこともあるので、羽織1枚でできるだけ薄くて軽いものを選ぶ。それこそスポーツ用のウェアとかを中心に選ぶのがいいかなと思うんですが、僕はこの最近買ったエントランスワークスのアウターを持っていきます。めちゃくちゃ薄手なんですよ。で、シルエットとしても好きだし、カラーもね、このニュアンスのあるグレーがすごく気に入っています。全体的にとてもシンプルで、いろんな場面で使えるんですが、このフード周りがちょっとね、装飾になるようなものも多くて、本当に目立たないくらいの一癖があるような、そんなアウターです。夜とか建物の中とか日差しが強いところでこういったものを重宝するかなというふうに思います。もう本当にちっちゃくまとめて、もうなんならぐしゃぐしゃにしてでもいいのでコンパクトに丸めてこのバッグの奥の中に入れちゃうという感じですね。そしてあとはもう着替えとしてのトップスとかインナーとかそこら辺と、こういった衣服類をまとめるのに便利なのがこちらの旅行用の圧縮袋です。いろんなメーカーから出ていて Amazon でも売っています。仕組みとしてはものすごくシンプルで、中に服を入れた上で二重のチャックになっているので、まず中を閉じた後にさらにこの待ちを減らすためのジップを閉めていきます。できるだけコンパクトに荷物として入れられるようにしています。電動のポンプとかで空気を抜いて持っていくような、本当に密閉させて持っていくための袋とかも販売されているんですが、服の数とか種類にもよるんですが、僕はこちらの方がいついかなる時にも服を取り出したりしまったりできますし、時間がかかるってことも基本的にはないので、この手動でね、密閉させる、圧縮させるための袋で十分かなと思います。ちょっとね、余力があれば朝とかランニングしようかなと思っているので、ランニングウェアも一緒にこの圧縮袋に入れていきたいと思います。そう、ランニングするので、今回僕はもう靴をこの一足に絞ろうと思います。僕がいつも履いているオンのランニングシューズですね。クラウドモンスター3ハイパーというシューズになります。街歩き用ではおそらく全くないんですけど、クッション性、反発力がとても高いので、普段歩きにおいても結構歩行をサポートしてくれる感じはあります。ランニングも街歩きも基本はこの一足で行こうと思います。それができるように、ちょっと見た目にもこだわってシューズを選んだので、サブのシューズとしてできればサンダルがあるといいかなと思います。飛行機が長時間フライトの場合には、やっぱり圧倒的にサンダルの方が快適ですし、海に入る、ビーチに行くみたいな、アクティビティでももちろん、あと部屋の中でスリッパ代わりに使うとか、シンプルに靴にかなり疲れてきた、靴が汚れてしまった、壊れてしまったっていう時の何かしらの保険のために持っておくという意味でも非常に重宝しますが、例えばね、ビルケンシュトックのこういったサンダルとか、EVA 素材のサンダルがめちゃくちゃね、こういう旅行用のサブシューズとしては相性がいいんですけど、今手元にないんですよね。持ってないので、ちょっとこれは必要になったら現地で調達しようかなと思っています。そしてケア用のアイテムですね。とはいえ僕は別に美容めちゃくちゃこだわっているとかいうわけではないので、シンプルにどうしてもちょっと必要なものだけ持っていこうと思います。一つはこちらのシャンプーボトルです。僕は普段銭湯とかに好きで行くことが多いので、その時にもう自前でシャンプーを持っていきたいということでこれを使うことが多いんですが、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、そして、保湿用のジェル、これらを1セットにして持っていけます。これはもう本当に旅行の時にもすごく役に立ちます。やっぱり旅行先で自分の家のシャンプーが使えるっていうだけで、安心感がすごく大きいです。普段お風呂で使っているものをもうこのままちっちゃいボトルに入れて持ち運ぶだけ。手間でもないですし、飛行機で破れたりみたいなことも、今までこれと散々旅行してきましたが、特段ありませんでした。最悪ボトルが壊れたとしても、このジップの袋の中に入れているので、この荷物全体がシャンプーまみれになるみたいな大災害は避けられます。こういったものは自宅とできるだけ近い環境に合わせるために持っていくようなアイテムですね。あとは化粧水代わりにちょっと持っていこうかなと思っているのが、顔用のパック、フェイスマスクです。ルルルンというところのものを買いました。これは完全に友達にコスパのいいものとしておすすめされたもので、
粧水をボトルで持っていくこととの大きな違いは、かさばらないということですね。もう僕の目的はもうシンプルに保湿なので、比較的コスパのいいこちらで十分かなと思っています。7シート入りなので、1週間は持ちますね。で、あと、こういった持ち運びの歯ブラシセットです。いろいろとね、僕も例えば持ち運べる電動の歯ブラシみたいなのもあって試したりしたんですが、家で使うようなものと比べて、やっぱはるかにこうね、磨ける力が劣るので、だったら電池とかもいらないし、ちょっと消耗したらすぐにコンビニとかでも買い替えられるようなこちらの方が、楽かなということで落ち着いています。こだわりはなくて僕は本当にオーラ2のものを使っています。そう、ここまで僕はバックパックの中身としてご紹介してきましたが、さすがに街歩きの時にこれで出かけたくはないですよね。で、サブバッグとして僕が持ち運ぶのがこちらです。トポロジーのボトルサコッシュになります。僕はサイズラージのものを選択しています。これはね、本当に半年前ぐらいに買ったものなんですが、いろんな場面で役に立ちます。シルバーがすごいね、目立ちますけど、別にシルバー以外のカラーもあるので安心してください。ホテルに大きな荷物は置いて、外出は基本的にこれだけで。で、何がいいのかっていうと、1個はその名前の通り、ペットボトルが入るという点です。ここのバッグのポケットの間のところに 500ml のペットボトルを入れられるようになっています。ボトルを手で持て余すみたいなこともないですし、飲み終わったらすぐにまた別のペットボトルをここにね、入れられるということで、非常に使い勝手がいいです。構造上、パッとしまってパッと取り出せるっていうのもすごく便利ですね。ラージを選んだ僕の最大の理由は、この iPad mini が入るということなんです。実際僕もですね、街歩きの時には持って行ったり、持っていかなかったりはするんですけど、それこそ飛行機の時とかね、本当に手に持つ中には、iPad を中に入れて、飛行機の中で読書とかダウンロードしておいた動画、音楽、ポッドキャストなどを楽しんだりしています。iPad、特に iPad mini は旅行においてはかなり便利だと思います。特に海外だともう必然的にスマホの利用頻度が上がるんですよね。見慣れない場所で見慣れないものをいろいろと調べたりしなきゃいけないので。なので、こっちのバッテリーをある程度保持しておきたいですし、もっと言えば大画面でいろいろと調べたい、見たいという時にも iPad でその役割を補えます。なんだかんだ移動時間が長かったりする時の、一番マルチに使えてコンパクトな暇つぶし道具にもなりますね。そういった意味で、ある種僕は旅行には欠かせない一品です。そんな iPad はこのサコッシュの中に入れておきつつ、今触れたこの iPhone、僕は旅行用のケースと言ってもいいぐらいに、このケースコーのスタンド付きのケースを気に入って旅行にはつけていきます。普段はね、他のものを使ったりもするんですが、これがね、やっぱり旅行の時には安心なんですよね。大きく理由は2つあって、1つはこの保護性能です。少し厚みが出る分、ちょっとした衝撃とか、あと傷にも耐えてくれます。海外でスマホが壊れることの絶望感ったらありゃしないというか、そのリスクはできるだけ下げておきたいですよね。そしてもうケースにスタンドがついているので、ちょっとカフェとかでね、息を抜きながら次の場所を探すみたいな時にも使いやすかったり。スタンドはね、本当にあるに越したことはないというのはもう証明されてますからね。はい。そういったケース付きのスタンドという意味では、このケースコーのものは特に僕がおすすめできるアイテムだなと思っています。あとさっき動画とかポッドキャストとか聞いたりするっていう風に話したと思うので、AirPods Pro です。僕が使っているのは。やっぱり AirPods の連携性はとても優秀です。荷物を最小限に抑えたい時には、もうどれか1個選べと言われたら、これを選んでいて間違いはないかなと思います。また最新のこの AirPods Pro については、ノイズキャンセリング性能がものすごく優秀です。これは本当に旅行ではね、飛行機とか、騒音がすごくうるさい場面少なくないので、そういった場面でものすごく重宝します。迷ったらこれ。余裕があったらヘッドホンとかもね、合わせて持っていっていいかもしれないんですけど、今回僕はオーディオ機器はこれだけでいこうと思います。あともう一個この AirPods Pro 3について魅力を語るなら、バッテリー持ちですね。特にイヤホン単体に乗っているバッテリーの量がすごいです。本当に長時間フライトとかでもものすごく役に立ちます。耳栓代わりにつけてもいいかもしれないですね。そして Apple Watch。これもまた必需品ですね。Apple Watch Ultra 充電ものすごく持つとはいえ、さすがに2泊3日は持たないんですよね。といういろいろと考えた上で僕がたどり着いたのはこれでした。
CIO の 2-in-1 の充電器になっています。これは、Qi2、要はマグセーフでも充電できて、かつ Apple Watch も同時に充電できる。それぞれ 15W と 5W 合計で 20W で給電ができるというようなアイテムです。さっき話した通り、コンセント一つでどれだけカバーできるかっていうところを試す際に、ワイヤレスでね、置き換えられるものがこのサイズに収まるなら、これは持っていって損はないかなというふうに思っています。Apple Watch もしくは AirPods をここに置いて、で、反対側には iPhone を置いて、そうすると USB-C1 本でこの2台が充電できるようになります。他にも同時にね、カメラとかのバッテリーを充電できるという点ではすごく便利ですね。で、そんな充電周りで言うともう一つ、モバイルバッテリーですね。最近だと、旅行特に、飛行機もそうですし、電車とかもですかね。注意しなければならないアイテムにはなっているんですが、とはいえ僕前回旅行オーストラリアに行った時にモバイルバッテリーなしで行ってみたところ、さすがにちょっと不便だったんですよね。普段以上にやっぱりスマホ触る中で、モバイルバッテリーなしだとしんどい。で、あと他にもね、デバイスいろいろと充電したいってなった時の緊急措置として持っていきたいというのがあったので、さすがに今回も持っていこうと思います。現状飛行機には合計 100Wh 以内であれば個数制限なしで持ち運べるということです。で、例えば僕がこれ使っているアンカーパワーバンクフュージョン、10000mAh のものなんですけど、10000mAh×3.7V ということで 37Wh なんですね、この製品。100Wh に対して3分の1くらいということで、これ1個であれば基準に対しては余裕がある状態です。今回僕はこれだけでいこうと思います。なんでこれを選ぶのかっていうと、まず 10,000mAh あれば、どんなデバイスでも大抵の場合僕は1日十分足ります。かつこの充電のプラグ、そして USB-C ケーブルが同梱されているので、これ1台で間に合うということなんですね。先ほどのこの海外対応の充電器にもこのまま挿して充電することができるので、使い勝手としては十分かなと思っております。で、パスポートです。僕が使っているパスポートケースは Beams Japan とハイタイドのコラボなんですが、多分これはもう売り切れていた気がしますね。値段の割には結構高級感があるので気に入っております。で、あと移動用にこちらですね、無印良品のネックピローも持っていこうかなと迷ったんですけど、多分韓国までの飛行機って2時間くらいなんでいらないかな。はい。一応これについてご紹介しておくと、本当に愛用しているネックピローになります。空気を入れて膨らませるタイプなんですが、本当に楽なんですよ。口もつけずに風を送り込むようなイメージで、こんな感じ。これでネックピローになります。もうちょいきつくしてもいいかな。膨らませるために頑張る必要がないっていうのがすごいいいですね。もうこんな感じで立派なネックピローになりますし、1フライト分くらいなら空気も全然抜けたりしません。で、何よりもやっぱりこういうのって移動の時にしか使わないので、コンパクトに収めておきたいんですよね。畳めば本当にここまでちっちゃくなるので、僕はネックピローはここから離れられないんじゃないかなと思いますが、今回は多分連れて行きません。はい。そんなところですかね。あと強いて言うなら僕は今回の旅行で Vlog を撮ろうと思うので、この Osmo Pocket 3で、撮影をしようと思います。下にちっちゃいアクセサリーみたいなものをつけているんですが、ある種ミニ三脚をつけるためのアダプタです。これによって自立するんですよ。置いて自分の顔を撮るようなシーンとかではすごく便利です。旅行の様子をね、動画に収めておきたいという方も多いと思うので、母もね、これの Osmo Pocket の1初号機を持ってるんですけど、Vlog みたいなものを完成させてて、聞いたら DJI のアプリの中に入っている AI でVlog を作ってくれる生成ツールみたいなのがあるらしいんですよね。確かに動画編集苦手な方でもそれがあれば DJI のカメラをそのままデータをねスマホに移してでそこで勝手に編集をしてもらうっていう手軽さであれば誰でも Vlog が撮れますよね。そういうソフトウェアの面でも DJI のエコシステムに使うのはすごく便利だと思います。ぜひねちょっと Vlog 試してみたいという方はOsmo Pocket今4まで出てますけど全然3で多分十分だと思うのでぜひ検討してみてください。先ほど話したように荷物をコンパクトにする意義っていうのは本当に持っていきたいものとか、欲しいものを
入れるために他のものを圧縮するというようなやり方でもあります。それはまあ僕にとってのカメラなので、皆さんにとってもね、ぜひこのちょっとしたね、工夫によって負担なく荷物が工夫できるようになればいいなというふうに思っています。以上が僕の持ち物リストになります。これからね、僕は旅行に行ってきますが、その模様もお届けしようとは思っているので、このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せています。ぜひ合わせてチェックしてみてください。また、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で以上、なごみ家でした。では。